ロールに Stay love, stay liberal。さて、前回に続き文化的リベラリズムの続きをやろうと思うんだけども、ローリングストーンズのマネージャーサム・カトラーは2008年刊行の自伝の中でオルタモントの悲劇を振り返りこう語っている。ハイドパークのヘルスエンジェルズは実質的には59クラブという教会の若者グループの延長線上にあった。彼らは紅茶を飲み、迷子を助け、平和を愛する連中だった。だから我々はヘルズエンジェルズという名前を聞いた瞬間、アメリカでも同じような頼りになる少し風変わりな警備員を想像してしまったんだ。教会？ 59クラブ？何のことっすかね。バイカーイコール不良グループとなぜ教会が結びつくんだろうということで調べてみることにしました。59クラブは1959年にロンドンの東部ハックニーのシティホールにて貧困地域の青少年のための教会系ユースクラブとして設立された。そして1962年ビルシャー・ゴールドというバイク好きの神父が59クラブに参画すると大きな事件が起こります。当時ロンドン周辺のバイク乗りたちはカフェに集まり、ジュークボックスにコインを入れて1曲が終わるまでの間に特定の地点まで行って戻ってくるトーンアップという行為を楽しんでおり、これが社会問題となっていた。彼はイギリスのそういったバイク乗りたちが集まる拠点エースカフェに司祭服の上に革ジャンをまとってトライアンフサンダーバード 650cc に乗って乗り込んだのであった。人懐っこい彼はバイク乗りたちにその革ジャンいいね、バイクは何に乗っているのなどと声をかけて回り、次第に打ち解けていった。そして彼は社会からならず者と苛まれ、教会からも拒否されていた彼らを革ジャンを着たままバイクに乗ってきてよいと、彼自身が司祭を務めるロンドンの中心部にある非常に格式高いセントメアリー・ル・ボー教会に招き、バイク祝福式を敢行した。ミサの中で彼はバイク乗りたちをナイト・オブ・ザ・ロードと呼び、トーンアップを達成するほどの技術と精神を誇り高い騎士として仲間を助けることや社会で品格を持って振る舞うことに使いなさいと説いたのであった。革ジャンのまま教会に入っていいというこのニュースは全英を駆け回り、一晩で1000人を超えるバイカーたちが押し寄せ、59クラブは世界最大の二輪車クラブへと成長することになります。そう、ビルシャー・ゴールドは寛容を持ってバイク乗りたちに接して慈愛と品格を説いた。どこかの創始者とそっくりじゃないか。リベラルはこんなところにあったのかよと、俺は口先だけでリベラルを語っていたようだ。ここは行動で見せるべく早速入会させてもらったぜ。そして革ジャンもカスタムしてやったぜ。左腕には59クラブのワッペンと会員番号が書いてある。右腕にはキリスト像のワッペンと俺の好きな聖書の一節エレミヤ書の31章3節が書いてある。背中上部には標語ノーブルワイルドネスを、中央の絵は盾ごとがアポロンを、ブドウがディオニュソスを表していて、共に理性と野性の融和を表している。腰の部分にはもちろんリベラリストだ。どうだ、リベラルはかっけえんだよ。そうだよな。どうせならでかいのに乗ろうと思ってさ、今限定会場取りに行ってるんだよ。50過ぎたらハーレーに乗ろうと思っていて、今ではハーレー派じゃなくてロッカーズ派になっちゃったけどね。まあバイクもお披露目するから楽しみに待っていてくれ。ということで今回はここまで。ではまた。やってきました府中運転免許試験場。乗ったぜー。